こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆ヨガと言います。武器とか防具を作るのが好きです。今回は鬼滅の刃に登場する甘露寺蜜里の日輪刀を作っていました。こちらの日輪刀は刃がとても薄く非常に長いのが特徴となっております。身の丈を超えるほどの長さがありますね。もちろんこのようにで締め渡ることも可能です。それでは作り方に行ってみましょう。透明なプラスチックの板を帯状に切ります。プラスチックの板はホームセンターなどで売っていますが、長くて扱いやすそうなものが見つからなかったので、こちらはネット通販で買ったものとなります。80センチの帯状に3枚切り出しました。この後接着剤を塗るのですが、少しでもノリが良くなるように320番の紙やすりを使って表面を荒らします。ボンド G17 を使って3本ある帯を1つにつないでいきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で売っています。合皮を帯状に切ります。合皮は手芸店で売っています。今回はキャラヌというネット通販のお店を利用しました。ボンド G17 で合皮を貼り付けていきます。左右両面とも貼り付けていきます。ちなみに使ったプラスチック板や合皮のリンクをサイトの方に載せますので、同じものが欲しい方はそちらご覧ください。貼り終わりました。型紙をマーキングして型紙の形にカッターナイフで切り抜いていきます。若干硬いので切れ味の良いカッターで切ってください。切り出し終わりました。黒いビニールテープを貼り付けていきます。家にあったサドル補修テープなるものを使ったのですが、黒いビニールテープでしたら何でも良いかなと思います。貼り終わりました。これにて刃が完成です。材料である COS ボードからつばとつかのパーツを切り出していきます。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。柄を組み立てます。4枚あるパーツを瞬間接着剤でくっつけます。瞬間接着剤は100均のです。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ニッパーで程よい長さに切ります。中身は鉄の棒が入っててとても丈夫です。柄の溝部分に園芸用の棒を接着します。刃の端に動画のように切り欠きを入れます。瞬間接着剤で刃をくっつけます。そしてもう1枚のパーツを瞬間接着剤でくっつけて一つにします。角が立ったままだとおかしいのでカッターナイフで斜めに切ります。両端にそれぞれパーツを1枚ずつ接着します。これを接着し終わったら柄は完成です。つばを組み立てます。縁取りパーツを瞬間接着剤でまずはくっつけます。つばの中央に穴があるので刃を通していきます。そして根元で接着します。刃の根元にパーツを1枚接着します。これにて組み立て完了です。次は塗装です。刃は塗りたくないのでマスキングテープを貼り付けます。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場に売ってます。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたらベースカラーとしてラッカースプレーで灰色、そして次に白を塗ります。
ラッカースプレーはホームセンターで買いました。つばつかをピンクに塗っていきます。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法で塗装してください。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。色を塗り分けるためにマスキングテープを貼ります。一度貼り付けて縁のところでカットして形作っていきます。貼り終わりました。今度は金色を塗っていきます。塗り終わったらマスキングテープは剥がします。波紋を描いていきます。銀色を端に塗っていきます。これはエアブラシがないとちょっと難しいかなと思うので、ない方は省略してもらってもいいと思います。悪鬼滅殺のテンプレートをマスキングテープで固定します。そしてテンプレートに合わせて銀色のミスターカラーを極細の筆で塗っていきます。塗り終わりました。つかまきを作ります。合皮に型紙を当ててマジックで順番にマーキングしていきます。内側のハートマークをくり抜いていきます。カッターナイフだと小回りが効かないのでデザインナイフを使ってます。デザインナイフはホームセンターで売ってます。一通りくり抜いたのでカッターナイフで切り出します。ボンド G17 を使って柄へ接着します。接着が完了したらこれにて刀の完成となります。全長は270センチと非常に長いです。重量は 230g となっております。刃の中にはプラスチックの芯が入ってますので、振ったりしていてちぎれるようなことはまずありません。いろいろとポーズを取ったりして楽しんでもらえればと思います。端を接着します。この接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー、こちらは瞬間接着剤の硬化スプレーというものですね。それらを使って接着します。この硬化スプレーがあると接着が非常に早くなり作業がはかどります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。なお、ボンド G17 でも楽に接着できます。お好みの方法で接着してみてください。端にあるパーツを瞬間接着剤で順次接着していきます。こちらは鞘の口の部分ですね。というわけで、これにて組み立て完了です。次は塗装です。刀と同じ手順で塗装します。まずは造形ベースを塗って、灰色に塗って、白に塗ります。マスキングを行って、ピンク色に塗ったら完成です。鞘の全長は80センチ、重量は 80g となります。設定通りに刃を折りたたんで収納することもできます。すべて作るのにかかった制作時間は12時間。材料費は2500円となっております。サイトに型紙データやより詳しい作り方、制作時の注意点なども載せております。実際に作られる方はそちらもぜひご覧ください。アドレスは動画の説明欄にあります。動画の内容に関して質問があればコメントでお気軽にどうぞ。鬼滅の刃の動画は他にもいろいろあります。炭治郎の日輪刀、善逸の日輪刀、伊之助の日輪刀、忍の日輪刀、義勇の日輪刀、そして鋼塚さんのお面があります。よければいろいろ見てみてください。当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております。他にもいろんな動画があるので、ぜひそちらもご覧ください。よろしければチャンネル登録お願いいたします。Twitter やサブチャンネルもあります。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。